おはようございます。阿部義俊です。今回はドリキンさんのおすすめで、そのワタレックスタイルという、写真家の西田渉さんが、始めたことみたいなんですけど、カメラを固定でセットして、そのままその収録ボタンを押して撮り始めて、無編集でただ喋りたいことをバーッと喋って、そのままそのメモリカードをパソコンにつないだら、そこから直接 YouTube にアップロードして無編集でその動画の編集ソフトを全く経由しない形でシンプルに撮るというようなそのスタイルをなんかドリキンさんにおすすめされてやってみようと思っているところです。今撮ってるのはシグマの FPL に古い SA マウントの50mm の F1.4 をつないでます。開放のそれこそ F1.4 で撮ってやろうと思ったんですけど、 F1.4 にするとちょっとボケすぎるというか、僕の顔のもうなんだろうな、顔にピント合ってたら、もうこっちの肩とかにもうピント合わないぐらい、1.4 だと泡のピントの合う幅が狭すぎるんで、今 2.0 かなにして撮ってます。古いレンズなんだけど、なんか個人的にはすごく、今家にあるレンズを片っ端からいろいろ試してみてどうしようみたいに思ったんだけど、なんか 50mm の画角が意外と安定して、これ以上70とか90とかを使おうと思うと、もうここの位置では撮れなくて、もうカメラがずっと遠くになっちゃうのと、今のワタレックスタイルだと、今もちょっとダメでしたけど、手の届くところにカメラがないんですよね。なので今出だしの部分がきっと変な感じになっちゃってますけど、そんな感じでとりあえず、撮ってみております。で何を話すかあまり考えずに、スタートしちゃってますけど、自分がですね、だからここで一応写真動画をなんか毎日撮るようなセッティングに、固定の構図で固定のカメラも固定してしまって、撮りたい時にここで撮れるようにっていうようなセットではないですけど、カメラの水平をそこそこにちょっとずれてるかな、撮って、机の上もごっちゃごちゃですけど、こんな感じでいいかなっていうセッティングをしたわけですよ。で、これでいいやって思って撮り始めて、気がついたんだけど、これですよ、これに気づかないままずっとこれが目に入ってたはずなのに気づいてないんですよね。これ何かっていうと、あんまり引っ張るとあれだ。ウツボカズラですね。ネペンテスですね。熱帯植物で食虫植物のここに鉢があって、そこから伸びてきたやつがちょっと伸びてきていつの間にかここに入り込んでることに全く気がつかないまま撮り始めてしまって、なんか自分はこういうことが頻繁にあって、なんでしょうね、この構図に対するその感覚の鈍さというか、あらゆることに対してのなんか注意力のなさっていうか、写真を撮ってる時とかもこういうことがしょっちゅうあって、この間っていうかちょっと前の話だけど、井の頭公園とかにちょっと前に写真撮りに行って、白鷺とかがいる季節で、だからもっと寒かった季節ですけど、望遠のレンズでサギ撮ろうと思ってずっと追っかけてって、で、なんかいい感じに撮れたと思って、家帰ってきて撮った写真見てみたら、背景に思いっきり地面にコーラの空き缶が転がっていて、もう台無しなわけですよ。で、真っ赤なコーラの缶でこれを撮影してる時になんで気がつかないんだろうと思って、だからサギの目にピントを合わせるみたいなことにもう頭がいっぱいになっていて、背景のこととか全く考えてないわけですよ。でも写真なので、その詐欺自体が画面にどう入るかってことも含めての写真じゃないですか。目にピントが合ってれば何でもいいわけじゃなくて、なので、でもだからなんかなんだろうな、全体に気持ちが、神経が行き届かないというか、なんか一個のことに集中しちゃうと周りが全部お留守になって、これに気がつく。すごく目立つけどね、今気がついてみたら、この一応ネペンの話からするか。ネペンテス自体はX にも一度写真を投稿したりしましたが、この仕事場2年ぐらい前に借りて、
ずっとその時に家でこのネペンテス育てていて、接ぎ木というかちょっと伸びすぎたんでいくつか切った一かけらをここに持ってきてここに刺して置いといたわけですよ。だけどここに来てからだからその2年弱ぐらいなのかな、逆か2年半ぐらいか、全く伸びるでもなくでも枯れるわけでもなくずっと成長もせずにいて、枯れてないから捨てるわけにもいかないが全く葉っぱも伸びないし、いくつかなんかヨレヨレの葉っぱが伸びてきてるけど、この葉っぱの先にこのウツボができるわけですよ。映んないや、なんだけどそのウツボができる前にこの先っちょのなんか先っちょのこのつるが枯れてしまって、今これすげえ葉っぱの色悪い、ですけど、これはあれです、シグマ FPL の設定がティール&オレンジっていうよいしょカラーモードになってるからで、これ自体は今割といい色にすくすくと育っていて、ずっとほったらかしておいたやつがウツボができてきたので非常に嬉しいんですけど、写真のその構図みたいなものに対して自分はなんかそのカメラに興味を持ってからもう2010年ぐらいにその知り合いの村田蓮司さんとイラストレーターの人がソニーの NEX か、NEX っていうシリーズがあって、それに、マウントアダプターかなんかで確かライカのレンズとかをつけてたのかな、なんかそんなのを見てなんかかっこいいと思って自分も NEX の3か一番下の、機種を買ってなんかその写真に興味が出始めて、その後で、シグマの DP2S かフォビオンのセンサーのついたやつを買って、でそこからシグマが好きになって同人誌を作るようになって今に至るですけど、だから期間で言うともう15年ぐらい14年ぐらいカメラに興味が出て、経つわけですよ。だけど全く上達しないというかむしろ下手にやってるというか、なんだろうな、こういうものが治らないわけですよ。さっき言った鳥撮ってみたら背後に空き缶映ってて撮ってる時には気がつかないみたいな、カメラの操作にいまだに多分習熟できていなくて、できてないわけでもないと思うんだけど、だから多分自分は上達しないような撮り方で大量に撮りすぎた結果、その上達しないような撮り方に意識とか手の動かし方とかが固定されてしまって、そこからもうむしろ撮れば撮るほど上達できないという状態に写真に関してはなってるんだと思うんですよ。どっかで自分のマインドセットを切り替えて何かやり方を変えないといけないんだけど、絵に関して言うとそういう、考えて何か自分の中の、そのコンフォートゾーンから飛び出すというか、なんか自分の中の当たり前と思って気がつかなく無意識にやっちゃってるようなことに意識を向けて変えていくみたいなことをひたすら続けてコツ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 ちょっとずつ上達していって、で一応なんだろうプロのイラストレーターとかになったわけですけど、写真に関して言うとなんだろうな、もうその絵に対してそういうエネルギーを全て使い尽くしてしまっていて、写真に対してちょっとその余裕がなくなっているというか、なんか趣味だからいいやみたいなちょっとぬるい気持ちがあったりとか、あるいはだからもともと写真なんだろうな、一枚で人に見せられるような写真を撮ろうって思ったことが一度もなくて、写真って自分にとっては絵のための資料を撮る、道具っていうような、あるいは日常のメモを取る記録を取るための機械みたいな、意味合いがすごく強かった。そういう時期がすごく長くて、なので自分の中ではなんか上達のチャンスを逃がし続けていたんだなってことを今ちょっとこのウツボを見てあっと気がついて、ちょっとそんな話をしてみようかなと思って。絵でも多分どんなことでもスポーツとかでもきっと何でもそうだと思うんだけど、たくさんやればやるほど上達すると思うのは間違いで、自分はだから絵が専門だから絵の話でしてしまうと、何か上達しないような描き方とか自分の癖を直そうと思わないで、変わろうとしないで自分のなんだろうな、その手癖だけで
描きたいものだけを描いていたりすると、そこにその筋の悪い描き方に手がどんどん習熟してしまって、そこから抜け出すことができなくなるというか、同じルートをどんどん繰り返していくと、そこに深い溝ができて、その溝から外れることが難しくなるじゃないですか。そんな感じで筋の悪い、稽古を毎日繰り返してしまうと、上達できないどころか下達というか、その上達の妨げになるようなものが強く固定されてしまって抜け出せなくなるんですよ。自分は絵でそういう、なんか気づきとか、あるいはまさにそういうことを繰り返していて、そのことに気づいて、そのちょっとずつ自分を変えていかなければいけない、あるいは無意識にやっていることを自分で発見して意識の側に持ってきて変えていくみたいなことを繰り返すことでちょっとずつ上手くなっていったんだけど、そうだな、なんか今ちょっとこれを見て思ったんだけど、写真に対しても同じような意識をちゃんと振り向けてやらないと、自分の場合きっと写真とかこの動画の撮り方とかもそうだけど、一生上手くなんないなってことを今ちょっと思いましたね。なんかそう写真とかもだからせっかくやってるんだから何か、うまく撮れるようになるに越したことはないですね。あと撮った後の自分の写真を見てげんなりすることが多くて、要するにもう中央一点でピンと固定しちゃって、撮りたいものを画面の真ん中に置いてピンと合わせて撮る、の繰り返しになってしまっていて、そこからもうあまりにもそれをやりすぎていて、つまりその資料のための写真撮る時とかなんかそんな感じで、適当に撮る、要するに何を画面に入れて何を切るかみたいなことを考える余地もなく、全部写しとかないと後で必要になった時に、例えば建物を撮る時とかも何かいい撮り方みたいなことじゃなくて、後で資料に使う時に便利なように、余裕を持って切れてる部分が後でなんだか分かんなくなって書く時に困るから、全体を無理やり入れるみたいな撮り方が当たり前になってしまっていて、そこからそれを要するに自分は10年以上ずっと繰り返してきたんで、もうそこから抜け出すのが大変なんですよね。でもこんな風にちょっとした気づきを得た時とかがいい機会なんで、ちょっと何か考えなきゃなと思いましたね。写真と絵と似てるんだけど、似てるだけにその考え方が逆になることが多くて、その絵描きの頭で、なんかその写真撮ろうと思うと、何でしょうね、サッカーと水球みたいなもんで、おおむね似てるんだけどなんだろう、昨日まで水球やってたのに急にサッカーになるとボールを手で持ちたくなっちゃうとか、あるいは水が周りにないことに違和感を覚えるとか、足でボールを蹴るということが信じられないみたいな、ルール自体は似てんのになみたいなような、違いを感じるんですよね。絵を描いてる時って絵は自分で全部画面の中のものをコントロールできるじゃないですか。でそういう意味では描いてるものが全て人為的なんですよね。自分の意識の中にあるものっていうか、自分のコントロール感にあるものなので、なんか例えばなんか3つものを置くみたいな時でも、例えばだからこんな風に等間隔に同じ、これ今ものが違うからちょっと分かりづらいけど、3つ並べるとものすごく作為的じゃないですか。不自然というか、なんだろう、鳥が3羽飛んでるところを絵に描こうと思った時に、その3羽の鳥を均等間隔にこんな風に3つ並べてしまうと、それは自然の風景にならないじゃないですか。ものすごく作為的、なんでこういう風にしたんだって、作者はなんかここに意図があるのかとか余計なことを考えさせてしまったりとかして、なんか不自然でおかしなものになる。だからなんか鳥3羽描こうと思った時であれば、何かランダムな要素、自分の作為が消えるようなものの配置を、構図を考えるわけですよ。それが多分絵を描く時のなんか構図の基本的ないろんなアプローチはあるんだけど、考え方の一つで、写真になった時にはもちろん物撮りの写真とかは別だけど、例えば自然にあるもの、風景をちょっとスナップするみたいな時に考えることって、逆に言うとそこは自分のコントロールできない風景なわけじゃないですか。でその中で、人為的なものを発見することによって自分がここに注目しているのだっていう意図を伝えるみたいな形で、構図とか物の配置を、考えていくんじゃなかろうかと思うんですよ。最近そんなことを考えるようになって。
なので自然の中にたまたま連続して同じような均等間隔に何かものが並んでいたら、それを発見したらそれを取ることで自分はここに、何かを発見してそれを伝えようとしているっていう意図が伝わるじゃないですか。でそれが、なんだろうな、その作品一枚の写真の中のその主題として、扱えるというか、その成立する何かになっていく。で絵の中で同じことをやると逆にその作為的なものばかりの中なので、悪目立ちするというか、なんかそのくどいというか、なんかおかしな感じになるんで、そのなるべく作為性を排除していく。だからその作為と無作為の扱いが逆なんですよね。なんかそんなこととかで、写真を撮ろうとしている時にすごくまごまごするみたいなことはありますかね。建物とかも例えば真正面から絵を描く時に真正面から、こんなようなものをその撮影する時にぴったり真正面から撮ろうみたいなことをして側面を映さないようにしたりすると、例えば絵であればそれはある種ちょっと手抜きに見えてしまったりして、ちゃんと正面と側面が見えていた方がいいみたいな、部分があったりするわけですよ。もちろん真正面から撮ってデザイン的に、考えるみたいなそのアプローチはあるんだけども、で写真の中ではそういうふうにその真正面から撮って側面を映さないっていうことが、余計な情報をそぎ落として、重要な部分に集中させるっていうようなアプローチとして成立しやすいんですよね。絵でもそういうのはもちろんあるんだけども、より写真の方が、それをやりやすいというか効果的に、聞きやすいというかみたいなことがあったりして、なんか絵と写真と似てんだけどなんかちょっと違うなっていうことを、考えたりしますね。今なんかカメラをだからずっと長らく使ってないわけではないんだけども、そうだな、フリッカーとかにずっと今まではその撮った写真をアップしていたりしたんだけど、どっかで面倒くさくなったわけじゃないんだけども、ちょっと家の配置的にパソコンに、それを接続して長くそこにいることが難しくなった時期があって、その時にその写真を撮ってきたら必ずフリッカーにアップするみたいな習慣も途切れちゃって、一回途切れると本当に戻んなくなって、それからもう3、4年ぐらいフリッカーにほとんど写真をアップしてないんですよね。なんか溜まるばっかりで、どっかでまとめてアップしておかないとデータ消えた時に怖いですよね。まあそんなようなこともあったりして、ちょっと写真から遠のいていたんだけど、なんか今なんだろうな、 FP を触ってみたら久しぶりにだからこうやってやってみると楽しくて、またなんかちょっとやりたくなりますね。ちょっと要するにそのワタレックスタイルみたいなものが自分で、の環境でできるかどうかのテストのためにちょっと今どうでもいい雑談をちょっとしてみたんだけども、一応念のためにそのマイクをつけてみたり、ここに一応 DJI のポケット3を置いといて撮れてなかった時のその予備みたいなものは一応用意してはあるんだけど、マイクがなんかそのドリキンさんの話では FP のマイク結構いいので、そのまま使えるかもしれませんよみたいなことを言われて、あ、そうなんだと思って考えてみるとシグマ FP のマイクでそのまま使ったことってほとんどなくて、初めから何がしかマイクをつないでいましてね、ロードのなんだっけ、ワイヤレス GO かとかをつないでいたりしたんで、今これを使っていたりするんでなんだけど、もしかしたら FP のマイクが意外といいかもしれません。だけどそうだね、今置いてあるところのすぐ隣に MacBook Pro があってシューシューファンが回ってたりするのと、50ミリで撮ったんでカメラが相当遠いんですよね。だから全然手の届かないというか 1.23 メートルぐらい離れたところにあるんで、もしかすると FP のマイクそのままだと撮れないかもしれないですね。だからそのワタレックスタイル的に言うと、その最小の手数でバッとやるっていうことが大事というか、それが気軽に動画を撮るとかちょっと話したいことがあった時に話せる、スタイルにつながっていくんで、マイクを、工夫しないといけないですね。多分すごく声が小さくて入ってない気がしますね。これを一回編集ソフトを通してやらなきゃいけないんで、そんな感じかな。でも20分喋ってるそうか、わかりました。というわけでちょっと写真と構図と
ネペンテスについて喋ってみました。これ自分の中のメインチャンネルかサブチャンネルかどこに上げるのか、絵の話だからちょっと絵の話の方に上げてみるか。なのでこれはじゃあその安倍義俊画法の方にちょっとアップしてみます。こんな感じで今回はちょっとだからその絵の話と写真の話について話してみました。ここではだからその絵に関する話をやったり画材を使ったりする、チャンネルなのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。でメインチャンネルの方ではガジェットの話とか、カメラの話とか、これもちょっとカメラの話ですけどなんかをしています。なので合わせてそうですね、チャンネル登録していただけると嬉しいですということでした。ありがとうございました。ではでは。